皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、菅総理が次期自民党総裁選に出ないよということを表明しました。これによって今後政治が大きく動くことが確定したため、じゃあ今後どのようなことに注目していけばいいのか、これまでの流れと、そして今後の注目点についてまとめていこうと思います。この動画を見ることによって、こういったポイントについて見ていけばいいんだなということを再確認することができるでしょう。まず第一に、自民党総裁というのは、総理大臣に最も近いポストです。特に自民党の議席が大きいですから、公明党と連立を組んでいても、自民党の総裁になるということは、次期総理大臣を意味します。ですから、菅総理がもう自民党総裁選に出ませんよといった時点で、次に行われる選挙の後には、もう別の人が総理大臣になることはほぼ確定しているわけです。そういった意味で、総裁選に誰が立候補し、誰が勝つのかというのが、今後の大きな注目ポイントとなります。それでは、菅政権のこれまでの評価について簡単におさらいをしておきましょう。そのことを知ることによって、今後どうなるかのそのポイントについてもよくわかります。菅政権というのは、それこそ安倍政権からの政策を継承する形で、政策を運営してきました。しかし、大きな枠組みとしては、どうしても安倍政権のコピーといった面が大きく、それ以外の点について個別の政策というのはまだまだ実のなるような話は出ていないのが現実です。去年であればそれこそ具体的な政策として皆さんの生活費を下げるためにも携帯電話料金の引き下げを実施すべきだという圧力を業界に対して行いました。このことによって携帯電話料金のプランの大きな変更を業界は迫られ、そうした意味では一つ成果を上げたわけですが、しかしこれが政策の大きな柱かといえばそういったわけではありません。具体的な話としてはそのようなことが挙げられても、それ以上の成果としては十分に挙げられていなかったのが菅政権の支持率が伸び悩んだ原因でもあります。特に批判が集まったのは何といっても新型コロナ対策です。まず最初に言っておきますが、新型コロナウイルスによる被害という面で言えば、日本は世界的に見れば決して高い方ではありません。しかし、国民の支持する納得感のある政策ができたかといえば、そういったわけではありません。このあたり国民の支持する、支持しないというのはまさに納得できるかどうかといった点に非常に大きなポイントが置かれているのが重要なところです。例えば日本よりもはるかに被害者数の多いアメリカやヨーロッパ各国などにおいても指導者がそれを理由として大きな不支持を集めているわけではありません。これらの点などを見れば国民との対話、どのような納得する話ができるか、そしてそのような政策を進められるかというのは非常に重要なポイントなのです。菅政権においてはそうした意味ではこことここができていないじゃないかといった批判などがあるときに高度に政治的な話題で確かにこれは難しいよなと思われるような話ではなく、なんでこんなことができないの、なんでこんなことが事前に想定できなかったのといったいわばみんなにとってもその政策もっとうまくできなかったのと批判が集まりやすいものというものが非常にたくさんありました。そのようなものが積み重なることによってどんどんと不信感が高まり、全体の評価としてもどうしても下がっていくものになってしまったのです。特に新型コロナウイルスがデルタ株への変異を遂げ、そのデルタ株が主流になった時になって、この政治の問題というのは大きく影響することとなりました。新型コロナウイルスのデルタ株というのは、それ以前と比べれば、ウイルスの保有量というものは、1200倍などという数字が出てくるほどに、それ以前と比べれば、感染力などについて非常に大きなものとなりました。ですから、現在日本における新型コロナウイルスといえばデルタ株です。その他の株についてはほぼ駆逐されているような状況です。これはウイルス同士の感染力の違いによってより感染力の強いものの方がより多く広まるからです。デルタ株になってからはまさに感染力が増大することによってありとあらゆる問題がより以前よりも深刻になったということがあります。例えば病床のベッド数がまだまだ足りないよとなってしまったのはそれ以前であればある程度間に合っていたけれどデルタ株以降になってからは感染者数がどんどんと増えていて、その増加ペースというものに追いつかなかったから大きな問題として批判されているのです。そしてデルタ株登場までの時間というものがあったのに、それにもかかわらず広域連携を進めることができなかった問題や、また医師会などに対して明確な指示命令することができる法律的な整備というものも進めることができなかった。これらなどについてはまさに時間があったんだからしっかりと議論した上で立法措置などを取っていれば今のような問題というのは発生しなかったはずだという批判を受けるのもこれまた仕方のないことです。そして私が指摘する上で一番の問題点は
なんといっても日本全国均等に公平にワクチン接種を進めようとしたということも私は大きな問題だと思っています。菅総理はそれこそワクチンというのは大きな問題解決につながるとして進めてきた政策なわけですが、そこにはどうしても公平さというものが目立ちました。これは確かに大きな目で見れば確かにより多くの人を安心させるために必要だったかもしれません。しかし私は考え方としては全く逆で、より不公平で、しかし感染対策としては効率的な方が絶対いいという考え方をしています。なぜならば、デルタ株の登場以前からしていっても、新型コロナウイルスの感染者数の多い地域というのは基本的には日本全国平均してではなくて、どこかの地域に偏りがあるというのは皆さんもご存知なはずです。それこそ感染者数がなかなか増えないなという田舎がある一方において、感染者数が常に上位に来るのは基本的には人口大都市圏だったことは皆さんもご存知なはずです。ですから感染者数が多いところに対して重点的にワクチン接種を進めていく、いわば不公平だけど効率的なことを進めていれば現在のような状況というのは絶対発生しなかったと私は考えています。また職域接種を始めますよといった時もこれまた日本全国で一斉に始めようとしました。これなどもやはり公平性を大事にするあまり感染拡大している地域に対する十分な配慮が私は足りなかったと思います。公平であるよりもより多くの人々を納得させるような理論立てを行い、この地域にこれだけ多く配分するのは新型コロナウイルスによる被害がここが今まさに拡大しようとしているからといったことをしっかりと説明すれば、感染者数が1日1人2人しか見つからないような地域にどんどんとワクチンを送り込むといったようないわば非効率なことをしないで済んだと私は思っているからです。そしてこのような公平性を大事にしたことには私は日本全国に大きな不満をためる原因になったと思っています。それこそ職域接種を日本全国でやりますようなみたいな話をしたときに、それこそ日本全国に配るワクチンというものは絶対量として足りないわけですから、多くの準備をした上で申し込みをしたのにワクチン配布の予定がないから結局のところ門前払いされてしまったという声が日本全国に一斉に沸き起こってしまったのです。このような話というのは別に職域接種だけの話ではなくワクチン接種全般についても同じことが言えます。広く薄くというのは公平である一方において、広く薄く全員が不満を持つような政策でもあったわけです。ただ、ワクチン接種を進めていこうという掛け声があったことから、この点について少しフォローしておくと、ワクチン接種のそのスピードというものは世界的に見ても日本は非常に良いペースです。スタート地点が遅かったのは日本の中においても治験を行うべきだということがありましたから、基本的にはスタート地点というものは他の国よりも遅かったのです。ですが、一度スタートしてからはなんだかんだ言って日本においては様々なことが多くの人たちの協力によって推し進められ、そんなの無理だろうと言われていたような1日100万件を超えるようなペースでのワクチン接種というものは日常的に行われるようになりました。ですから準備を進めた行政関係者やまた医療関係者らの努力というものは非常に素晴らしいものであることは間違いありません。それだけに全体の指示、方向性を示す人物がどのような指示命令を出すかというのは非常に大事だということがこの点からもわかります。どのように現場の人たちが頑張って成果を出したとしても、その方向性というものが間違っていればやはり全体としても成果は上がりませんし、また方向がトンチンカンの方に向かってしまえば無駄な努力、無駄なお金の使い方といったものもどうしても出てきてしまうものなのです。さて、このように菅総理がうまくいかなかった理由について話をしてきましたが、この話というのがまさにこれからの総裁選についても全く同じ問題を振りかけてくることになります。この問題によって一番総裁選に出るのを渋っているのは何と言っても私は石破さんだと思います。石破さんはそれこそ世論調査などにおいては常に上位に来ますが、彼のやっている政治というものはあくまでも自民党の内部において野党的な立場を取ることにより、自民党は応援するんだけど、今の政権に対しては不満があるなという人の受け皿になることができています。このような立場をしている石破さんにしてみれば、今まさに新型コロナウイルス問題として様々な課題に当たっていかなければならないとは非常に難易度が高いものです。批判するのはいつでも簡単なものであり、そして自分自身が何かを決めて物事を進めていくというのは非常に困難なものです。ですから石破さんは何度となく総裁選に出ないんですかと聞かれても、はぐらかすような話に終始しています。
ですが、石破さんを総裁選に引っ張り出してこようという勢力は確実に存在します。なぜならばそのことを考えるときに、この自民党総裁選でどのような動きがあったかというのは非常に大きな伏線となるからです。その伏線というのは、二階幹事長の更迭論です。総裁選が始まるよといった話になった時に岸田さんはまず先制パンチとして幹事長職については1期1年3期までという具合にして現在の幹事長二階さんがこのまま続けることはできませんよということを制度上設けようとしました。私自身はそれこそ親中派の二階さんがこの政治の要職にあることを非常に悪く思っていますから、岸田さんの今回の提言というものは大賛成です。そしてこの問題について言えば、世論的に言っても二階さんに対する評価というものは高いものではありません。党内人事として彼が強い影響力を持っていて、そのことによって幹事長職が務まるんだという内部事情についてあれこれを言う人はいますが、私にしてみればそういった話はあくまでも内輪の話で、政策的に支持できるものではありません。そしてそのことが世間的にも似たようなものですから、岸田さんがこの話をどんどんと進めていくことは、菅総理にとっても非常に辛いものであり、そのために出てきたのが、菅総理によって人事改造を行い、そして二階さんを幹事長から外すという話が出てきました。菅総理にしてみれば、二階幹事長を自ら外すことによってこの問題について争点化しないというのは一つ岸田さんに対するカウンターパンチだったわけですが、同時に菅総理の権力基盤に大きなひびを入れる行為でもありました。それこそ二階さんにしてみれば、このまま総裁選が進めば菅総理にしても岸田さんが総裁になるにしてもどっちにしても権力の中枢から外されてしまうというのでは全く違う展開に持っていかざるを得ません。そうした意味で二階さんにしてみれば、担ぐみこしは軽い方がいいという理論に基づけば、それこそ国会議員票を集めにくいであろう石破さんを持ってくる、そして彼を総裁にしようとする、そのような目論見みになるのは私は自然な流れだと思います。なぜならば石破さん自体も別に中国や韓国に対して強い姿勢を持っているわけではないからです。どちらかというと韓国側からも高く評価されるような新韓派の議員という一面がありますから、中国寄りの二階さんにしてみれば別に乗りにくいわけではありません。そういった意味で二階幹事長と石破さんというのは基本的にはくっつきやすい性質を持っている人たちです。しかし菅さんが総裁選に出ないよ、もしくは出られないような状況になったと判断したからには次の動きが出てきます。それは今の菅政権内において要職についており、そのために総裁選には出られないなと見られていた人物が出られるようになったことです。その話題の中心は何といっても河野さんでしょう。河野さんはそれこそ現職の大臣なわけですから、なかなか総裁選に出ることは叶わないような状況でした。しかし菅総理が出ないのであれば話は全く別のこととなります。現在は出ませんよというニュースが流れて以降、それこそ河野さんは積極的に総裁選に出るための準備を進めていることが報じられるようになりました。河野さんは父親の河野談話という重い十字架を背負ってはいますが、彼自身は別にそのような話を継承しているわけではありません。すでにこれまでも外務大臣や防衛大臣をしているときに中国や韓国にすり寄るようなことはしていません。基本的にはそうした意味では父親の影はあるものの、決して彼自身が中国より韓国よりの政治家ではないということは明らかでしょう。総裁選に出るにあたってこれからどんな政策を語るかといったことには要注目です。そしてこの政策についての話なのですが、それこそまず第一に手を挙げた岸田さんがあれこれ言っているのはまさに早めに手を挙げた有利なポイントです。そして後から出てくる場合においてどんな政策を語るのかというのは準備不足も含めて今非常に辛い立場にあるでしょう。そしてこの政策というポイントについて言えば、私は高市さんが一番良いですよという話をしてきましたが、しかし同時に高市さんには問題点があります。それは総裁を目指すといった上で、政策について私はポイントとしてこういったところが良いという話をしましたが、同時にじゃあ総裁になるための勢力集めといった点については高市さんは非常に辛い立場にあるのは間違いありません。これはどこかの派閥の領袖がよしやれというような強い指示を受けているわけではないからです。しかし高市さんの場合は国民的な認知度や支持率といったものが十分に高まっていないような状況ですから、総裁選にまず出てしっかりと自分の思いや政策を語る場面が今後増えるということは彼女にとってもプラスしかありませんから、決して引き下がるべきではありません。そしてこの高市さんがなぜ出たかという話というものは実は全く別の話とも絡まってくる話です。例えば安倍総理の再登板の話というものを持ち出す人たちがいます。しかし高市さんが出る時のその理由というのがここでは一つのポイントとなります。
高市さんはそれこそ安倍総理にもう一回総理をやらないかといった話などを積極的に行っていたそうです。それは総裁選に出ませんかという打診だったわけですが、安倍さんはこの件に関してはもう出ることはないでしょうといった話をして、そのことを受けて高市さんは、じゃあ私は自分で立って政策を前に進めていく立場になろうと思いますという話をしたそうです。ですからこのような話の伏線として、高市さんが総裁選に出るよということを強く表明している状態ですから、安倍さんがさあ再登板だといった話にはなりにくいでしょう。ただしこの話を逆にひっくり返すとどのようなことが起こるかといえば、それこそ安倍総理が総裁選に出ることになれば、今度は高市さんはじゃあ私が出るまでもないかなといった形で引き下がることになるわけです。こればかりはどのような展開になるかは分かりませんが、少なくとも高市さんが出てきたよという話にはそのような話が付随してあって、そのことが同時に安倍総理の再登板話とは少し絡んでいるということを覚えておくと良いでしょう。以上、これからの政局を見るときにおいて大事なこれまでの話と今後の話のポイントでした。中国、韓国寄りの勢力というのは何としてでも政権に近い場所にいようと努力するでしょうし、そのような動きによってもたらされるのが石破さんの総裁選出馬のニュースだと思います。しかし新型コロナウイルスの問題もあって決してうまくいくかどうかはわからない状態ですから、石破さんがひょいひょいと見越しに乗るかどうかというのもこれまたどうなるかは分かったものではありません。関連の動きには要注目です。なお、自民党総裁選ですから国民全員に何か投票権があるわけではありません。そのことを理由として自民党総裁選になんか全く注目する必要ないという人たちもいます。しかし私はそれは間違っていると思います。なぜならば自民党総裁選をすることによってどのような人物が政権に近い人物になるかというのもわかるわけです。ですからどのようなことを言っているのか、どのような思いを持っているのか、そういったことを知ることによってより今後正確に政治家に対する批判ということもできますし、また逆に言えば誰かを支持するときにもより深く知っている方がより自分が納得できるというものです。全く何も知らなければどのようなことをやっていたとしてもよくわかんないから周りの意見に流されてしまうといったことはどうしても発生してしまうものです。これはネットだけを見ている人であればそのネットの意見だけをコピーしただけの人間になってしまう確率が高まりますし、またワイドショーだけを見ていればそのワイドショーの意見のコピーになってしまう確率が上がってしまうといったことも今まで言われてきたことですし、また今後もそうでしょう。ですから幅広く情報を取ることによってより自分自身が考えて最後に判断するということをするためにも、自民党総裁選で自分は自民党員じゃないから関係ないわと言って全く情報を無視するというのも結局のところ自分自身に悪い影響をもたらすという具合にして考える方が良いと私は考えています。というわけで菅総理が次期自民党総裁選に出ませんよというニュースから分かった今の政治を見る上でのポイントでした。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックも忘れずお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。